これめちゃくちゃうまい。今回の内容は西アフリカコートジボワールを旅する14日間のまとめ。正直に最初は楽しくない雰囲気が出てるんですけど、それは初日だけ。ほぼ毎日現地の人とお酒を飲み、伝統料理を食べて楽しんでいました。飛行機の日程が迫る中、故障で進めなくなり、なんとか間に合ったと思いきや、まさかのフライトキャンセルで、次の行き先はどうなる？自転車旅でしか出会えない魅力の世界がここにある。それでは行ってみよう。500? Oui. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci. 2023年7月20日午前11時。現在地はギニア南部国境の手前にいます。これからアフリカ自転車旅9カ国目となるコートジボワールに入国です。はい。両替も完了。2500円ぐらいの両替なんですけど、手数料は100円ぐらいで抑えることができました。それじゃあアイボリーコースト、コートジボワールです。入国審査に行きます。コートジボワールのビザは少し取り方が難しく、飛行機を使わない旅行者は現状ギニアの首都コナクリに行くしかありません。詳しくはコナクリの動画をご覧ください。料金は58ユーロ約9200円で、コナクリで取得した後にシエラレオネを通り再びギニアに入り、現在地にやってきました。それではコートジボワール入国審査に行きます。これまで旅の中で賄賂要求は何度もありましたが、ここでついにそれに応じてしまうことになります。コートジボワール入国スタンプもらえて、もう国境も通過したんですけども、問題ありました。これがね、コートジボワールのビザなんですよ。ギニアの首都コナクリで取ったんですけど、これの文字がさ、なんか書き直ししたような感じになってて、まあこれはちょっと僕のミスでもあるんですけど、申請用紙のね、デパーチャーデートっていうところにてっきりね、アビジャン、ごめんなさい、コートジボワールをいつ出国するかっていうのを書く場所だと思って7月31日って書いたんですよ。そしたらそのデパーチャーっていうのがギニアをいつ出国するかみたいな意味だったらしくて、そのコートジボワールのビザの有効日が7月31日からっていう感じになったんですよね。いや、それまずいですっていう話して、でもまあもう一回このビザを発行するってのはできないから、上から書き直して、そのアプリケーション申請用紙を書き直してっていう感じで終わったんですね。ただまあその申請用紙は僕は持ってない、大使館にあるので、それを写真撮っとけばまだ良かったんですけど、それやってなかったらまあ僕の責任でもあります。ただまあそういうね、この上書きしたような文字っていうのがまあ問題があるっていうことで、スタンプを押せないって最初言われたんですよ。勘弁してくれって言って、でそのオフィサーがね、上司に確認して、まあなんとかいけるように交渉してみるけど、それに対して君は何をしてくれるんだって言われました。うわ、金かと思ってね。実際今3万セーファーなので、7500円ぐらいの現金あるんですけど、もうそれは絶対渡したくないと思って、3万セーファーっていうその紙幣じゃないちっちゃな紙幣2500セーファー500円ぐらいのお金だけ出して、ごめん、ほんまごめんなさい、今これだけしか持ってないですって言ってアピールして、はい、それでスタンプを押してもらったっていう感じになります。コートジボワール入られへんかったらさ、飛行機予約取ってるからね、あと10日後に。これだけは絶対にミスれない入国審査だったので、まあそういう状況もあってね、賄賂支払っちゃいましたね。まあまあ500円で全部ことが進んだと思ったらよかったです。それではあと40キロほど進んで最寄りの町ダナネっていうところに行きます。SIM カード欲しい。レッツゴー。
bonsoir bonsoir。コートジボワールでどんな国なんやろな、楽しみになってきたわ。この辺はギニアとあんま変わらないですね、田舎ですから。それではここでコートジボワールについて解説します。まずはこの国旗をご覧ください。アイルランドとそっくりですね。でも参考にしたデザインは旧宗主国のフランスだそうです。1960年にフランスから独立した西アフリカの国で、面積は日本の 0.9 倍なので結構広いです。人口約2800万人、主要産業は農業で、特にカカオ生産は圧倒的世界一位、第2位のガーナと比べても大きな差があります。コートジボワールとはフランス語で象牙の海岸という意味で、最初はここに象がたくさんいるんだろうと思ったんですが、実際ここで野生の象は見れません。ではなぜ象牙というと、昔ここにいた先住民が象牙を集める人たちで、それを求めてヨーロッパの商人がたくさんやってきました。それから象牙の取引を行う海岸として知られ、英語では象牙海岸という意味のアイボリーコーストと呼ばれるようになりました。その後ヨーロッパによるアフリカ分割の時からこの辺り一帯をフランスが統治することになり、コートジボワールという呼び名が定着。10を超える民族語の共通言語としてフランス語が採用されています。そんなコートジボワール、巡ってみた感想は、西アフリカで一番居心地が良かった好きな国です。その理由はおいおい紹介していくとして、まずは1つ目の町ダナーネにて SIM カードの購入を行います。さあダナーネ着きました。めっちゃ疲れました。結局 SIM カードを変えたんですけど、フランス語のさ、ドゥーミルとディズミルっていうこの聞き間違いでもうえらいトラブルになった。はい、SIM カード、この SIM カード自体はサンクソン500セーファーなので125円ぐらいです。でこれ SIM カード入れたらそこにトップアップ、チャージクレジットっていう形でお金を入れないといけないんですけど、そうじゃないとインターネットパケット買えないんですよ。でそのインターネット買うときにいくら買いますかって言われて、ドゥミルサンクソンって言ったんです。そしたらここの人たちの発音的にはドゥミルサンクソンってディーミルサンクソン1万500っていう認識らしくて、そんな知らんしって思って、で支払いじゃないですか。その時大きなお札しか持ってなくて1万セーファー D ミルのバンクノートお札しか持ってなくて、それ渡して僕はお釣り返ってくるもんやと思ってたんですよ。7500けど向こう的にはあと500払えっていう感じになって、めちゃくちゃトラブって、で結局もう1万セーフ払ってるけど、もちろんそのマネーバックないし、もうこっちは500なんてもちろん払わんしみたいな感じになって、本当は800円ぐらいで済ましたかったところを2500円ぐらいかかってしまったみたいな感じなんですけど、はい、勉強になりました。この時チャージした1万セーファーとは約2500円です。使い道はインターネットを買うしかなく、有効期限が2ヶ月、滞在予定10日間なのにお金の無駄なので戻してほしいと交渉したら、店側は一度チャージしたお金は戻せないと言っていました。どうも嘘っぽい。滞在初日だったので疑っていました。もし本当にそんなシステムなら、なおさら金額チェックは何回もやるべきです。まあそんな感覚は日本人くらいなことも分かってたんですけど、とにかくお金を戻してほしかった。そして後ろに並んでいた客も、彼ははっきりドゥミルサンクソン2500と言ってたよと味方してくれたんですけど、店側は中国語なまりのフランス語、それのせいで間違えたんだと言って笑っていました。そこで一旦店を離れて他の人に聞いてみたら、発音は変じゃないし、チャージしたお金も手数料少しで戻せるよと言ってもらえたので、すぐに店に戻って再び交渉。でも今度は全員が無反応、無視を続けていて、そこでお金返してと言い続けていたら、ついにうるさいチャイニーズ帰れと怒鳴られて店から出されるという結末でした。時間が経てばいい思い出になるし、こういうドラマがたくさんあるからアフリカは大好きなんですけど、この時のリアルな心境はこれです。
いやー、新しい国に来たって感じやな。ギニアとは雰囲気違う。鬱陶しい。いや、ギニアの人たちもさ、鬱陶しいところはあったんですけど、それに慣れていたっていう自分がいると思うんですよ。だけどコートジボワールの絡みはまだ慣れてないからな。めちゃくちゃうざい。まあシエラレオネも同じようなことがあったんで、 2,3 日したら慣れると思います。とりあえず今日は初日なんで、なんか警戒心マックスな感じ。そうじゃないとトラブルになりそう。気をつけます。とにかくこれで旅に必須のインターネットが手に入りました。今後のルートを調べたいので、ここでおやつ休憩にします。なんかね、シュガードーナツ買いました。うまい。パフパフと呼ばれるナイジェリア生まれの揚げドーナツに、これはココバカという名前のおかゆです。コートジボワールのスーパーでこれの粉を見つけた時に、原料トウモロコシと書いてあったので、それで少し黄色っぽい色をしてるんですね。うわ、優しい味。レモン風味やな。レモン風味の雑炊。この日は道の脇でキャンプして、翌日コートジボワールらしさの一つを見つけました。コートジボワール入って2日目、もうすでに周りの緑、植物がギニアとは変わったなって思うんですけど、これがカカオの実、カカオツリー。コートジボワールは世界一カカオ生産が多い国なんですけど、この辺ずらーっとそういう木が生えてます。収穫時期は5月と10月らしいので、今7月、時期ではないので、あんまりなんかカカオばっかりやなみたいなイメージではないんですけど、そのカカオツリーの間にこちらはバナナです。メッシ僕、ありがたいことに呼んでいただいたので、ここでおやつ休憩です。食べているのはイニャンという名前のヤムイモのフライ。ヤムイモは長くて巨大で市場ですごく目立つ芋なんですけど、じゃがいもとは違ってそれ単体の味は強くないので、癖がなくてスイーツにもなります。だからペペと呼ばれるピリ辛ピーマンソースをつけて食べる。これがめちゃめちゃ美味しいんです。そして翌日、充電がなくなりそうだったので電気を借りれるお店を探していたら、これまでとは比にならないほど簡単に見つかりました。この充電関係がやばいので、電気を借りさせてもらっているカフェ、レストラン、ランチを注文しました。これで150円くらい。これはリプトンですね。紅茶25円です。レバーや、うまいな。これなんていう街や。コモーサアペレラビデドゥクエドゥクエメルシー。はい、今日のヨーグルトもう凍ってないけどね、ただの飲むヨーグルトや。この後、いつもと同じくキャンプできそうな場所を探し、見つかったところで許可をもらうために家を訪ねました。そしたらなんと空き部屋に案内していただけることに。おはようございます。じゃじゃーん。コートジボワールのドゥエクエっていう町の郊外ですね。昨日キャンプできそうな場所を探してたら、ここにたどり着きました。夜ご飯もお腹いっぱいいただいたな。あと初めて生スコーピオン、野生スコーピオン見て、なんか危ないんやけど興奮した。いやー、めちゃめちゃ疲れが取れた感じがします。ありがとうございます。メルシーポフト、メルシーボーク。
突然やってきた旅人を止めてくれてありがとう。それでは出発です。現在地ドゥクエからアビジャンまで約 500km、 残り日数8日なので1日あたり70キロは進みたい状況です。しかしここで自転車トラブル。さあ、ほとんどの視聴者にとってはどうでもいいと思う自転車トラブルの話です。コートジボワールの首都アビジャンまであと500キロぐらいなんですけども、タイヤのね、中心、これがめっちゃ緩い。なんか常にどっかが当たってるような感じがしてて良くないんですよね。はい、自分で直せるんかな。ちょっとやってみます。はい、結局ですね、治りません。自力では無理ですね。もう祈るしかないよね。頑張って進みます。良さそうな自転車があれば相談してみようかなって感じで、レッツゴー。ご覧の通りペダルが少しずつ勝手に逆回転しています。その原因はホイールの真ん中にあるハブと呼ばれる部品が変形していることでした。スペインで新品で買ってからここまで約 6000km、 通常なら2万キロは使えると言われているホイールですが、やっぱりアフリカのアクロは相当なダメージだったようで、これがどんどん悪化してあと数日で完全に故障することになります。なんかね、ついてこいよ言うて、お水補給するかみたいな感じで言われて来ました。地元の人に誘われてここでコートジボワール名物のお酒をいただきます。ラシン、Oui. ラ Côte d'Ivoire, Racine. ラシン。 Ouais. Oh, il est comment? Ah, là, il est comment? On faut boire? コーラみたいな匂いする。コラコラ Non, c'est pas Coca-Cola, Racine. On va dire mot Diani. セボンセボン。コラコラ C'est pas Cola, c'est Racine. Cola. Bois, bois, bois. Bois, comme ça. ラシン。 Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, du bois, du bois. Ok. Les racines, les racines. イングレディエンス。 Oui, c'est les racines. あかん、読まれへん。イングレディエンス。 Ah, bon, allez, dis donc. Racine. ラシン。イングレディエンス。イングレディエンス。実はこの日の前日、市場でコラの実を見ていたので、もしかしたらコートジボワールはコラの実も名物なのかもしれません。その名の通りコカ・コーラの原料で、ラシーンはラムコークに似た味がします。コートジボワール旅行の際は絶対に飲んでみてください。いい休憩でした。Comment? OK。メルシーボーク。あ、 Ah, tu es ah, c'est bon. お、バック。Tiens. OK、メルシー。メルシーボーク。D'accord. Merci beaucoup. Ciao, ciao. それでは再出発です。休憩した後はいつも快適にサイクリングできるんですけど、やっぱり自転車が不調なのでどうもその気になれず、この日はあと30分だけ進み、次の村で滞在することにしました。まだ5時ですけど、今日は終わろうかな、この村で。はい、ボンソワ。充電できひんかな。ボンソワ。はい。 Monsieur, はい。 vous prenez ça là? Et bien, bien. Toi, tu prends ça? Et bien. アンビア？アンビア？アンビア？ Un bien. ビア？ Un bien. アンビア。コートジボワールが好きな理由の一つは、こういうカフェバーのような店が小さな町にもあることです。ソリブラ。 Toi, les bras. ソリブラ Il ボ n'y a pas Boc, il y a pas Boc là aussi. T'es bien? イボリアン？ T'es bien? ア Regarde. ビジャン。 Oui, bien. アビジャン、イボリアン。 Boc, Boc. ボク。 Ouais, bon. ウィ。ビールはどこでも600セーファー、150円くらいという安さで、
しかもこういう店には必ず電気があります。飲みながら充電しながら SNS の文章を考えることもできるんです。想像つかないかもしれないですけど、そういう先進国で当たり前のカフェ休憩がこれまでの国々ではめったにできないことでした。そしてこういう地元の人でにぎわっている店、ほんといいですよね。あ、OK OK this route yeah OK c'est bon うん。Ça va bien? Eh, ça va, oui. Un peu fatigué? さっきのバーで知り合った地元の方のお家、今日うちに泊まりなっていう感じで、ありがとうございます。奥さんのレストラン、夕飯をごちそうになります。めちゃくちゃ美味しそう。なんか豚のホルモンも入ってる。コリコリしてる。めっちゃうめえ。ちなみに豚肉を食べたのはスペインの生ハム以来半年ぶりです。モロッコからこの辺りまでイスラム教のエリアなので、豚肉だけでなくお酒やパブもありませんでした。やっぱり豚肉のさ、この濃厚な味いいよね。初めてのファームワイン。ファームワイン。ファームワイン。そう、飲んでみたかったんですよ。ファームワイン。カカオ。カカオ、カカオ？カカオ？カカオ、アブリコスカカオ。ああ、オッケー。D'accord. Merci. Bonsoir. Oui, oui. Oh. Palm wine. パームとはアブラヤシのことで、その樹液を集めたワインのようなお酒がパームワインです。アブラヤシの木に穴を開けると樹液が出てくるので、それを集めるように容器をセットします。一晩で溜まった樹液を集め、木くずや虫を取れば完成。ワイン。Wine, very good. C'est bon. Very good. Very good. Delicious. 匂いはね、ちょっと刺激臭あるけど、めちゃくちゃうまい。アルコール度数は 4% くらいで飲みやすいんですけど、放置しすぎると発酵が進み、匂いや酸味が強くなりすぎて下痢になったこともあるので、なるべく1日で飲み切る方がいいです。だいたいどこでも1リットル80円くらいと安く飲めるんですけど、やっぱり鮮度が大事なお酒なので、アブラヤシが多い田舎の飲み物というイメージです。パームワインはコートジボワールだけでなく、リベリアやガーナでも同じように作られているので、田舎に行く際はぜひ飲んでみてください。OK、ありがとうございました。何も忘れ物はないです。Merci beaucoup。
Que Dieu t'accompagne. Thank you very much. Okay. Merci beaucoup. Thank you very much. Bye. Au revoir. ありがとうございました。昨日晩ご飯の豚肉めちゃくちゃ美味しかった。パームワインも最高やった。その後撮影してないんですけども、村長さんのところに挨拶に行って、その後警察みたいなジャンダルメっていうのがあるんですけど、国家警備隊、そこの人に挨拶しに行って、パスポートナンバーとか名前とか住所とかをねノートに書いて貼って、そういう感じで登録みたいな、挨拶兼登録、今日は外国人がこの村に泊まりますよっていうのをね申告して、でお家で寝させてもらったっていう感じです。またもたくさんの親切をありがとうございました。ところで昨日のシャワールームはこんな感じです。トイレがついたユニットバスルーム、シャワーヘッドや温水はないのでバケツに水を汲んでそれを浴びるスタイルです。原始的に見えるかもしれないですけど、これまでのスタンダードを知っていたので、コートジボワールに来てこれに感動して写真を撮ったことを覚えています。さあ目的地、そしてゴールであるアビジャン、あと380キロぐらい、残り日数7日、自転車の状態とか心配はいくつもあるんですけども、距離的にも日数的にも現実的な数字です。頑張ります。それでは今日もサイクリング、しっかりエネルギー補給してからスタートします。それじゃあ朝食いただきます。C'est checké. 100 francs. サンフラン、はい、来ました。これ結構ハマってるんですけど、名前なんて言うんだろうね。これよく見るんですよ。わからんわ。とりあえず名前は分かりません。ここでコートジボワールの国民食アチェケを紹介します。米よりパンよりパスタよりアチェケ、コートジボワールならどんな田舎でも必ず見つかるほどの主食です。原料はキャッサバという芋で、熱帯地域である東南アジアやアフリカ、南米でもよく食べられています。日本でよく知られるこれの加工食品はタピオカ、白いたい焼き、ポン・デ・リングなんかで、独特の弾力、不思議な幸せを感じられる食感です。そんなキャッサバを粉状にした食べ物がアチェケ。これが作られる流れは、まずキャッサバの皮を剥き水洗いして粉砕機にかけて粉々にします。この機械は1台をみんなでシェアして使っていると村の人たちは言っていました。それが終わったら袋に入れてプレスして水分を絞り、そのまま数日置いて発酵させます。その後取り出してふるいにかけ、そうしてできた粉より少し大きめの粒を蒸すとアチェケの完成です。ちなみに隣国のガーナやナイジェリア料理の方が世界的に有名なので、そこにガリと呼ばれる食材があるのを知っている人もいるかもしれません。これも原料は同じキャッサバで、作り方もほとんど同じなんです。最後に空炒りして完全に水分を飛ばすとガリになるし、水で蒸して調理すればアチェケになります。アチェケの一番ベーシックな食べ方は、魚のフライを乗せ、スライスした生の玉ねぎ、ピリ辛ピーマンのペペ、そこに魚を揚げた油をかけ、仕上げにマギーという調味料を少しつけていただきます。でね、こういうレストランだとスプーンがないことが結構あるので、自前スプーンはあった方がいいです。これのすごいところは値段の割に美味しすぎるということ。アチェケだけで25円、魚をつけても合計100円前後という価格なのに満足度が高すぎるんです。だからこの日はランチもアチェケ、夕食もアチェケでした。
本日のランチです。アチェケケケです。これがハマってます。日本ならお米を1日3回食べることは普通です。たとえそれが毎日続いたとしてもそんなに変なことではないように、アチェケはそれに似た美味しさがあるコートジボワールの国民食ということなんです。ケケ。 Combien? Faut demander Deux. toi, et où faut demander comme ça. Tu veux un? Un, là. oui, et 100 francs. Ici là, c'est ça là. Oui, oui, oui. So, C'est- 300. Tu veux 300? 300. Là-bas 2 Oui, et puis ici 100 francs. oui, oui, oui. Ok. やっぱお酒飲み始めると飲みたくなるな。いえ。 Si tu as fait erreur, tu n'as pas tout échangé là, tu arrives ici là, tu as décoré ta maison avec ça. Ouais, Manon. Là, ça va. うめ。 Il était de vivre めちゃくちゃうまい。 Tenga les lois. Va trouver mes titres, j'ai suivi. C'est bon。 Là-bas, il est tout le monde. うまいわ。 Tout le monde est tout le monde. そして翌日、自転車は日に日に悪くなるのでなんとか直せないものかと小さな村で店を訪ねたら、現地の人に誘われてそのまま一泊することになりました。朝日。なんか地元民に誘われてます。Ayo tu mets ça. Kutuku. Alors, mais tu viens. Y a pas de problème, viens là arriver. Y a pas de problème. C'est quoi tu fais quelque chose? Là, il avait le vent en même temps. Voilà. Si. C'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Africa. Africa. Yeah. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Photo. Photo. Tu connais Foutou? Photo, tu connais Photo? Ouais, mais ça. Voilà, Photo. Ah, Foutou. Ça c'est le Foutou qui est là. Photo. Ah, yeah, mais maフトゥーとはヤムイモやキャッサバなどの芋が原料のお餅のような食べ物で、アフリカ各国で似たような芋餅があります。その呼び名は様々で、トーリ、バンクー、シマ、ウガリなどなど、コートジボワールではフトゥーと呼ばれているそうです。 Merci. Kutuku. Kotoku. Donne-moi 100 francs. Yeah, Kotoku. 続いてこれはクトゥクと呼ばれるお酒。油ヤシの蒸留酒で見ての通りかなり強く、アルコール度数は 40% 以上です。油ヤシが多い田舎だとウェルカムドリンクみたいに出されるんですけど、飲んだら終わり。その日はもうサイクリングできなくなるようなお酒でした。 Sa dose. Boisson. Quand tu bois, c'est bon. Voilà, Kotoku. Entier. これまた各国で呼び名が違い、ガーナではアペテシ、ベナンではソダビ、コートジボワールではクトゥクという感じです。 OK. Kotoku. Koutoukou. Koutoukou. Kutuku. OK, OK. D'accord. ちなみにこういうお酒の文化はそれらの国でも限られた地域だけ、南部の海沿いの地域に多いイメージです。 Graine, graine que je vais montrer là-bas où Koutoukou, graine, graine là. Et ça aussi. Viens, viens voir. Comme ça. C'est palmier. Voilà, palmier. C'est palmier. Ça c'est palmier. Palmier donne graine et puis bandit. Fait tomber, puis fait bandit. Tu vois? Tu connais? Oui. Quand on dit bandit, bandit. Voilà, fait tomber. 正直なところフランス語はノリで喋ってるので、この時はなんとなく理解している感じです。 Et viens, caoutchouc. Caoutchouc ça, caoutchouc ça là. Ah, yes, gomme. Gomme, voilà, et viens, c'est ça qui est là. C'est, oui. Et viens. Caoutchouc. Caoutchouc. Et Gomme. viens, gomme. ゴムの木はコートジボワール、リベリア、ガーナあたりで多く見ました。天然ゴムは合成ゴムより強いので、
その7割が産業用の大きな車のタイヤになるそうです。カカオ。Yes. Petit. Cacao. Au palmier. Au palmier. そして彼らに招かれるままに村の奥地へ歩いていくと、そこには広大なパーム農園と搾りたてのパームワインを出すバーがありました。ここのパームワイン本当に美味しくて2リットルくらい飲みました。メルシーボクマンジェ、ありがとうございます。そんないい感じに酔った状態でいただく夕飯がこちら。白ご飯とコートジボワールではソースグレイン、英語圏のガーナではパームナッツスープと呼ばれる料理。その名の通りパーム、つまりアブラヤシの実を煮込んだスープで、見た目よりあっさり系の味なんですけど、大抵魚や肉が入っていて、その出汁がライスとよく合う。これまた好きな西アフリカ料理の一つです。一泊しました。ありがとうございました。オブドローパ、この村を出発です。アビジャンまであと250キロです。4日間で着きたいなとは思ってるんですけども、とにかく自転車の後ろタイヤ、これの調子が毎日日に日に悪くなってる。常にブレーキかけられてるぐらいの重さになってまして、坂道登れないっていう感じですね。まあ頑張ります。はい、自転車の状態が日に日に悪くなりまして、ついに今日は40キロしか走れてないのに100キロぐらい走ったような疲労感。常に後ろのタイヤブレーキかかったような状態なんですけど、これちょっと見といてほしいんですよ。今こっち側もうブレーキ外してる状態です。これこんな感じ。わかりますか？ここのブレーキは外してる状態なんですけど、常にここで当たっててブレーキかけられてる状態だから全然進まない。今スプロケット外したんですけど、とんでもないわ。すっげえ泥詰まってます、ここに。ですでにここのボルトとか傷してて、ちょっと角度的に見えるかわかんないですけど、もうダメですね。ようここまで逆に走れたな、それがすごいわ。おー、これが陥没してた。壊して取って取り外すことができました。すげえな、職人技や。ヨーロッパならね、こんなんやってくれんのかな。なんかハブを交換しろとか言われそう。
完璧ではないけど、ここまで治ったらもういいです。とりあえずこれでアビジャンまで走れる。あとはロンドンでちゃんと直そうと思います。ありがとうございました。それでは自転車もバッチリ快適にサイクリングできてます。全然ちゃうわ。アビジャンまで残り150です。2日でつけそう。よっしゃー、頑張ります。こうしてずっと問題だったホイールは修理費1500セーファー約370円でまるで別の乗り物のように快適になりました。でも実はこの日から1週間後には直したところがもっとひどく壊れてしまうんですけど、それはまた後の話。この日は普段より 1.5 倍も進むことができて、アビジャンまで残り 70km の地点でコーヒースタンドに寄りました。その時に出会った人に招いていただき、お家で一晩過ごして翌日、ついにアビジャン到着です。これトリブラっていうコートジボワール最大の酒造メーカー。モロッコからコートジボワールまで約 6000km、 6ヶ月かけて走ったアフリカ自転車旅がこれにて終わろうとしていた。しかし、はい、こんにちは、朝日です。とうとうやってきました。ここはコートジボワール最大の町アビジャンです。首都はまた別の町なんですけど、最大の町であり、大使館とか政府機関も結構固まった実質首都みたいな場所です。でですね、本当はここから出発でロンドンに飛ぶフライトを予約してたんですけども、それが今日4月31日の夜10時出発だったんですよ。ですけどちょっといろんな理由が重なりまして、このフライトをキャンセルすることにしました。全額戻ってくることにはなってるんですけど、ロンドン滞在が楽しみにしてただけにでちょっとショックではありますが、西アフリカ旅がもうちょっと続けれるっていうところでポジティブに捉えております。でですね、次の展開をもう決めてまして、ここに来るまでにリベリアっていう国をスキップしてるんです。理由はギニア、シエラレオネ、リベリアっていう流れでね進んでいくと、どうしてもリベリアビザが100ドルかかるっていうのが避けて通れなかったんです。そんなお金がないっていうことでスキップしたっていうのが一番の理由なんですけど、ここアビジャンでリベリアビザを申請すると60ドルぐらいで済むと。しかも米ドル現金支払いじゃなくて、この現地通貨セーファーフランっていう通貨で3万セーファーで済むっていうことだったんで、それならいけるなっていうのがリベリアに行こうと判断した理由の一つ。そしてリベリアにあるガーナ大使館、そこでガーナビザを申請すると24時間だから翌日発行でガーナビザが取れるらしいんですよ。はい、とにかくリベリアビザ申請してきました。2日後にそのビザを受け取ってアビジャンを出発、リベリアに行くという流れになります。でそんな動きでね、今日一日中街をブラブラしてないな、大使館行ったり自転車屋行ったり買い物したりっていうのを忙しくしている中でですね、ここに住む方に偶然声をかけていただきまして、何かお手伝いできることないかって言われて、アビジャンで泊まらせていただきたいですっていうふうにお願いしてね、それで今その方の家の前にいるっていう感じ、その方を待ってるっていう状況です。なんかね、お友達っていう人が現れまして、お部屋さっき案内するねって言って通された場所がこういう感じなんですよ。ここホテルですかって聞いたら、いやホテルとかじゃなくて単にアパートだよって言ってて、それの空き部屋ですよね。だから民泊。これはキッチンですね。とりあえず先シャワーみたいなめっちゃ癖晩ご飯を買ってきていただきました。
レバノン料理テイクアウトだそうです。ケバブかな。トルコ料理とかもそうなんですけど、付け合わせがいろんなやつあって美味しそう。いただきます。絶対うまいわ。いただきます。このお部屋のオーナーがどんな人なのか皆さんにお見せしたかったんですけど、全て友達という人がやってきてくれたので、この後はもう会えませんでした。今はここに住んでるけど生まれはレバノンだと言っていたジャベールさん、ありがとうございました。おはようございます。ということですごくいい部屋にですね2泊させてもらえるような形になったので、今日はアビジャンでやりたいことをいろいろ片付けていこうと思ってます。で、今アビジャンの中のメインロードを走ってるんですけども、なかなかにアフリカらしい光景が広がってるんじゃないかなと思ってます。危な。物売りのアグレッシブさがすごいよね。はい。まず寄りたい場所1つ目、フランス発祥のスポーツ用品ショップデカトロンです。実は昨日も来てるんですけど、ヨーロッパの価格よりも 10% から 20% ぐらい高いです。残念ながら。まあインポートしてるから仕方ないんですけどね。それでもヨーロッパクオリティのものが欲しいっていう人はたくさんいるんですよね、僕みたいな。それで昨日買ったデカトロンのサンダルがこちらです。なんか配色ダサいけどさ、露店で1000円ですぐ潰れるクオリティを買うよりはこれ4500円ぐらいするんですけど、デカトロンなら頑丈なんじゃないかなと思ってます。それではパンク修理キット、これが欲しいんですよ。接着剤、こいつが全然手に入らない。ギニア、シエラレオネ、おそらくリベリアにもないです。パンクしたらどうするんですかって聞いたら、新しいチューブ買うって言われて、あ、マジかと思った。そんなようやく見つけたパンク修理キットです。高い、850円ぐらいしてます。まあ6ユーロぐらいって考えたら、いやー高いな、それでもでもまあ仕方ない。このチューブ1000円か、1個1000円、すごい値段やな。ちょっとこれは高すぎるなっていうね。はい、まあそれじゃあこれだけ購入、レジに行きます。それじゃあ次に向かいます。鉄道駅、運賃の確認、自転車の可否、まあ乗るかどうかすらも分かんないですけど、一応聞いてみたいなみたいな感じで鉄道駅に向かいます。この時考えていたことは、翌日にリベリアビザが発行されるので、どうやって現在地からリベリアまで 600km を移動するかについてです。鉄道のルートはリベリア方向じゃないことは分かっていたんですけど、多少遠回りでも実現可能なら乗ってみたいなと思っていました。これがアビジャンの鉄道駅なんですけども、どうやら今は乗客を乗せて走ることはないそうです。貨物輸送のみ。2018年にコートジボワールを旅したっていう日本人のブログを読むとですね、それにはその時は乗客を乗せて動いてた情報だったんですけど、なんかあかんのかな。そう、今はなんかやってないみたい。なんか駅を取ってたら警察が来て取るなみたいな感じになっちゃいまして、これ結構西アフリカあるあるなんですけど、周囲の規模がでかい。その後警察に連れられてカメラ没収されて、
で警察署の別室っていうか、個室ですよね、取り調べ室みたいなところに連れて行かれて、なんで撮影してたんやっていう話から、あともちろんですけどパスポート出せってなるじゃないですか。で昨日リベリア大使館でビザ申請してるんで今持ってないんですよ、パスポート。これバレたらやばいなと思ってホテルに置いてきたって言うて、とりあえずそのホテル置いてきたパターンでご利用しで問題はなかったです。賄賂を請求されるかなと思ったんですけど、それもなかった。最後はなんかボンボヤージュ言われてありがとうみたいな感じで駅を離れております。そうアビジャンから隣の国でブルキナファソっていう国の首都ワガトゥクっていうところまでをつなぐ結構な距離の鉄道が走ってたそうです。今は乗客の輸送はしてない。さあ次はこのアビジャンにあるバスターミナルに向かいます。この通りめっちゃコートジボワールの旗立ってるけどさ、なんかもう見るたびにアイルランドを思い出すわ。逆さにしたらアイルランドやからね。アイリッシュパブあるやんみたいな、そんなことを思いつつ、いやここコートジボワールやみたいな、そんなね。長距離バスのターミナルが固まっている地区、ヨポゴンっていう地区ですかね。左側のマーケットがすごいですね。所狭しと露店が並んでて、今日雨が降ってるのもあるんで、もう地面やばい。遠かった。着いた。さてバス停で料金を確認してきました。多分明日バスに乗って来た道を戻る感じになると思います。リベリアに行きたいので。鉄道もそうですけど、ウェブサイトやアプリなどというシステムは機能してないので、こうして直接確認することがアフリカ旅ではベストです。そして翌日、荷物をまとめてアパートを出発。まずはビザを受け取るためにリベリア大使館に向かい、それからバス停に行きます。コートジボワール日本大使館です。さあこの通りに大使館領事館が固まっているので、リベリア大使館に行きます。リベリアビザ取れました。問題はなかったんですけど、午前10時に受け取りと言われてたのに、異常に待たされてしまい、大使館を出たのは1時。昨日チェックしていたバスの今日の便がもうなくなりました。セボンセボンポリスC'est dans tout le Tu vois quel pays? C'est bon. Niger. もうええってお前。Mauritanie. もうええって。Voilà, je suis. わかった。もうええから。Voilà, international. Parti là-bas. Parti là-bas. はい、ちょっと足元がやばい。ここはコートジボワールアビジャンです。リベリアのビザを無事に獲得することができたので、今から来た道を戻る。だからバスに乗ろうと思いまして、今、バスターミナルの数あるうちの1個に来たんですけども、なんかリベリアの大使館の人が SDS っていう会社が一番いいって言うから、そこの会社のバスターミナルなんですよ。まだ今日出発の分が残ってるかわからないんですけど、それを聞きに行こうと思います。SDS西？結局バスは今日もうないですね。間に合わんかった。1時2時でもう長距離バスの出発はない。明日ですけども、どうしようかな。
バスの出発時間を聞くと朝7時。もし郊外で野宿するとしたら朝4時に起きなければなりません。アビジャンの宿代は高いのでそれで早起き頑張るしかないんですけど、でもその前に自転車代がいくらになるのか、もしその交渉を当日にやるなら最悪の場合乗車拒否されることもありえるので、寝過ごすリスクもあるけどやっぱり今日のうちにチケットを買っておくことにしたのでした。これダナネっていう町がリベリア国境手前のコートジボワールの町なんですけど、そこまで600キロ。今日出発のバスなくなったんで、明日朝7時発のチケットでこの SDS っていう会社取りました。1万フランのチケットと自転車代が2000フラン。この自転車代がやっぱりかなり揉めまして、最初1万フラン2500円って言われたんですよ。チケット代が2500円で自転車2500円、ふざけんなとヨーロッパでもせいぜい1000円ぐらいのぞみたいな話してて、値切りに値切りまして結局500円まで下がったっていう2000フランで、成立しました。それじゃあもう1泊アビジャンで泊まらないといけないんですけど、あんまり離れたくもない朝7時出発なので、この地区でなんかええ感じの場所ないか探しに行きます。バスチケットも買いまして、キャンプできそうな場所を探しにうろうろしてたら声をかけてもらってね、お医者さん言うてますけど、おんさー、あ、チェケー、よ、ジェレム、Dans la jiggy. C'est bon? C'est bon. Une photo, hein? Voilà. C'est un japonais. Voilà. Ah, là, oui. Mais beaucoup d'huile, tu peux huile. Avec le sel. Sale. Après. Ah, bien. Merci beaucoup. Alors, là-bas l'eau. Donne-lui là la main, l'eau. Ah, ok. Merci beaucoup. はい、そんなわけでアチェケをごちそうになります。Merci beaucoup. スプーンがないけど。Ah, il y a une pièce qui est tombée là-bas. Pauvre. ありがとうございます。アルベルトさんのお家で今日泊まれることになりました。それじゃあアルベルトさんのお家に移動します。なんという奇跡でしょう。しかもアルベルトさんのお家はバス停から 2.6km という近さ。これなら朝6時に起きればバスに間に合います。本当にありがとうございます。おー、メシボク。Ouais. Yes. Voilà, ouais. Y'a pas de problème. This is very good. 室内ちょっと暑いな、やっぱり。扇風機あったら快適に寝れそう。ありがとうございます。あ、トイレットのシャワー。Toilette. Oui, à douche, shower. Voilà. Merci. Tu vas laver. C'est Tu bon. te bagages? Envoie le bagage. Merci. Merci beaucoup. Chin chin. Encore. Oui, c'est bon. Non, encore. いただきます。ボナペティート。Voilà l'eau. Ok. C'est bon.
タイです。タイ。タイの味がする。あんまり魚でタイを使ってるお店なかったな。初めて食べてる。もうね、チップの要求がすごいですよね。絶対こうなるって分かってたんで、昨日散々その話して、通常チケットプラスこの荷物レシートっていうのもらってたんですけど、ここにベロって自転車しか書いてないから、お前のカバンはまた2000フランかかるぞっていう、なんかすごいチップ要求がアグレッシブすぎてめちゃめちゃ揉めました。で結局サイドバッグとかああいうバッグを全部1個にまとめれるならこの金額で追加料金いらんって言われたから、輪行袋を出しまして1個にまとめたっていう感じで積み込み完了です。Dans l'année, sanguiné, maple, son, ouais, envoyez le ticket pour la moitié. Your number, ticket. Ah, number. Merci. OK. Merci beaucoup. めっちゃ疲れるな。アフリカのバス移動ってこんなんなんや。初めて乗ってるんですけど、モロッコで1回乗ったか。モロッコはね整備されてたんで全然こういうストレスないんですけども、すごいな。最初の席と違う席に移動させられた。めっちゃ窮屈や。やっと出発。1時間遅れ。なんとか無事にダナメに着きました。めちゃめちゃ疲れた。10時間です。8時出発の今夕方6時。荷造りして、はい、ダナメを離れます。ここはコートジボワール端っこダナネっていう町のさらに10キロぐらい離れた場所で、リベリア国境まであと20キロぐらい、そんな感じです。もう国道でもないのでオフロードが続きますけども、今日リベリアに入国していきます。それでは行ってみましょう。着きました。国境です。コートジボワールリベリア国境。暑、しんどいな。それにしてもリベリアでも多分飲めると思うんですけど高いかもしれへんから、コートジボワールとりあえず最後のビール乾杯。Japanese. Oui. Are you back home? Liberia. Go. So you just stay in Danane when you are going? Ah, okay. Yeah. Today go to Liberia. Yes, okay, no problem. Yeah. I will come back Danane. Yes, I was there yesterday. As soon when you got down Good, from the good. bus. Maybe see you later after 2 weeks. See you later after 2 weeks. Ah, okay. You Come will back. be back? I come back. Yes. No problem. Sir Johnny. Thank you. ちょうどランチタイムなので、なんかせっかくだから食べとこうか。Merci beaucoup。はい、ありがとうございます。アチェケです。本日もアチェケ。300フランは75円ぐらい。コーナーいただきます。うまい。
めっちゃうまいよやっぱり。魚もこのサイズやったら骨食べれるわ。それじゃあ食後のデザートです。ジンジャーのアイス。辛いな。うまいわでも。これで12円ぐらい。めちゃめちゃお得や。リベリアの物価どんなんかな、楽しみやわ。コートジボワールの旗がある出国審査ですね。トゥリ、いやリベリア、モノビア。Ah, ok, bon, bien. Go. OK, d'accord. Ah, OK, c'est ça, policia. ここまで長い時間見ていただいて本当にありがとうございました。今リベリアの入国審査に向かってます。これにてコートジボワール一旦出国。リベリアの後にまた戻ってきます。お酒が飲めて料理うまくてしかも安い。コートジボワールは他のどの西アフリカの国より好きな要素が揃っていました。ということで次回はアフリカで2番目に古い独立国リベリアです。そしてその後のコートジボワール編第2章も合わせてお楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。